皆さんこんにちは、ゴリアユです。前回 Q&A がすごく好評だったので、また今回は第2弾ということでやっていきたいと思うんですけど、今回はその質問いくつかと悩み相談をピックアップしてみました。前回はですね、ちょっと一気にたくさんの量やりすぎてちょっと編集が大変だったので、今回はちょっと軽めにやっていきたいと思います。大学についての質問だったり、その他質問を前に入れた動画の内容と被っている質問もたくさんいただいたので、前の動画もリンク貼っておくので、ぜひ参考にしてみてください。ではやっていきたいと思います。トピーの新薬の経過はどうですかっていう質問すっごくたくさんいただいたんですけど、注射の新薬治療っていうのを始めて1年くらい経つんですけど、今は病院には3ヶ月に1回行っていて、2週間に1回在宅で注射投与しています。自分に注射するっていうのはめちゃくちゃ怖かったんですけど、やっとちょっと慣れてきたかなっていうところです。結果はめちゃくちゃ順調で、ただその副作用でちょっと顔が紅潮するっていうのがあるんですけど、もうちょっとその副作用がやっぱり出てしまいました。ずっと打ってるうちにだんだん出なくなってくるってことなので、今は我慢してるんですけど、もともと目の周辺っていうのがすごい赤くなってたのが、だんだんこう乾燥したり赤くなる位置っていうのが下に下がってきてるというか、今はこの辺り、この辺、顎周りが注射を打つ時期くらいになるとすっごい乾燥して痛くなるぐらい乾燥して赤くなって、顔は全体的にちょっとまだ赤いかな。体はステロイド塗りたくっても毎日のシャワーが苦痛でもパジャマが血まみれだった時が嘘みたいで、もう本当に良くなりました。でも、後っていうのはもう仕方ないので、痛々しいぐらい全身に残ってるんですけど、このままかなければ20年後ぐらいには良くなってるんじゃないかなと思ってます。視力はいくつですか？視力聞かれると思ってなかったんですけど、視力はコンタクトの度数がマイナス 5.2 かなり悪いです。もう視力よりも私の場合斜視がすごくひどくて、本当に毎日頭も痛いし普通なんですけど、疲れてる時とかぼーっとしてる時、片目が本当にちょっとどっか行ってしまうので、本当に最悪な時は見たいものすら見れない時があります。目が別のところ見ちゃうので。で、眼科に行ったら日常生活が本当にできてるのが不思議なレベルらしくて、斜視のレベルでいうと最高レベルに当たるらしいです。手術がしたいんですけど、で今しっかりこう見ようとしたらコントロールできててカメラ見れてるじゃないですか。この斜視のレベルでこのコントロールができるって本当に奇跡に近いらしいんですよ。ちょっと手術をしてしまうと逆にちょっとおかしくなってしまう可能性も若干あるっていうことで、ちょっとそれが不安でまだ踏み切れていないです。日本の YouTube、韓国の YouTube どっちを多く見ますか？断然韓国。日本のも全然面白いのがあったら見たいんですけど、韓国に住んでると自然とこっちで流行ってるものとかを見るようになるので、韓国のものしかおすすめに出てこなくて、でも前は YouTuber さんの動画とかも結構見てたんですけど、最近はテレビでやるようなことも YouTube でやってくれるようになって、テレビ番組みたいなものを YouTube でよく見てることが多いで、最近見てて面白かったのはこの3つです。皆さんもよかったら見てみてほしいんですけど、でね、こういう人結構多いと思うんですよ。だから私も含めて YouTuber がずっと見続けてもらうのって本当に昔に比べて大変だし、テレビ局だったり芸能人までも YouTube で発信するってなってると本当に競争率が高くて、すごい大変な時代になってしまいました。趣味の増やし方を教えてください。最近興味があることは何ですか？私も最近新しい人に出会うたびに趣味って絶対聞く質問のうちの一つじゃないですか。でも聞かれるたびにすごい困ってることに気づいて、これといって趣味があんまりないんですよ。そのブログとか動画ももともと趣味だったのが今は仕事みたいになってきてしまったし、それ以外に趣味みたいなものを作りたいなと思って 1,2 年くらいちょっと新しいことにいろいろと挑戦しています。例えばテニスとかスノボとかボーリングとかやってみたら結構スノボとボーリングに関してはすごい好きになったし、あと最近読書を始めようと思って少しずつ読み始めていて、最初はそんなに読書の良さっていうのが分かってなかったんですけど、少しずつ分かるようになってきて、だから私も結構趣味の増やし方が分からないでいたんですけど、新しいことを片っ端からやってみるっていうのも結構方法かなと思い始めました。韓国を嫌いになったことはありますか？嫌いになったことはないんですけど、どこの国でも大体短期でも長期でもない、住んで4年から5年ぐらいの時期って一番不満が多くなる時期なイメージ、勝手なイメージですけど、で大体もう文化知ったから自分の中では慣れたつもりだったし、完全に文化に適応したぜっていう気持ち
だったけど、まだ自分が完全に慣れきれてなかったから、お年寄りの方に結構列を抜かされたりだとか、家族の返事を韓国人の友達からすごいせかされたりだとかっていうのがちょっと嫌に感じる時期っていうのが正直あったといえばあったんですよ。2014年から2016年くらいの時期って私はすごく韓国のコンテンツが好きで韓国に興味を持ち始めたっていうのもあって、このくらいの時期ってちょっとパッとしてなかったんですよ。 K-POP とかドラマとかバラエティだったりで、だから好きだったものっていうのすらあんまりパッとしてなかったから、なおさらそう感じたっていうのもあったかもしれないです。でも今はもう本当に慣れたというか、これがもう日常なので本当に慣れた。家族の返事が遅いのがあんまり好きじゃなくなってしまって、もう道が汚いだとか整備されてないだとかも全然全く思わないですし、日本行ったらすごい綺麗だなと思うんですけど、電車のその列を抜かしてくるアジュモニとかも日常すぎてなんか見かけても何の感情も湧かないという、なのでこうなるんだなと思って、なので嫌いになったことはないけど、なんか日本が恋しくなった時期だったのかもしれないんですけど、そういう母国と比べてしまう時期みたいなのは 1,2 年ぐらい若干あったかなと思ってます。 MBTI で人を判断する風潮について堀江さんはどう思いますか？韓国ではどのように捉えられていますか？人をこれで判断するのが嫌だっていう人と、単純にどう思うかっていうのが気になるっていう人2人からちょっと質問いただいたので、ちょっとお答えさせていただくと、韓国で MBTI に反対する人と好きですごい分析をめっちゃする人とで半々かな。すごく韓国ではメジャーではあるんですけど、それでもやっぱり好きっていう人と好きじゃないっていう人と分かれてるイメージ。個人的な意見で言うとすごく MBTI はありがたくもあり好きなんですけど、なんかこう人を勝手に判断するというよりは、例えばこの人が合わないけど会社で毎日接しなければいけないという時に、この人が自分とは違う人であるっていうことを理解するためにちょっと役に立つなと。もちろんその MBTI がこうだからといって絶対こういう人だっていうわけではないんですけど、ちょっと傾向ぐらいは参考になるかなと。これちょっと学生時代の時にも流行っててほしかったなと思うのが、私の本当に個人的な学生時代の話をさせていただくと、なんか中学生高校生の時って誰もが嫌われたくないって思うことってあるじゃないですか。誰にでも好かれていたいなと思うし、悪口とか言われるのがすごい怖かった時期だから、好かれる傾向にある明るくてノリのいい子、そういう人になりたかったんです。合わせることはできたので、割とそういうキャラであるふりをしてたけど、実際そうじゃないのですごい疲れてたし、ボロも出るので、今日なんでそんなにテンション低いのとか言われたりとか、でも自分でも自分がどういう人なのかわからなくて、でなんで私は明るくできないんだろうっていうふうにも思ってたし、なんか韓国に来てからも正直海外で言語を伸ばすのもコミュニティを形成するのも、内向的な人よりは外向的な人の方が正直有利な部分はあると思うんですよ。でただでさえ内向的だと新しい人たちの前で萎縮してしまうのに、そんな中自分の語学力を発揮しろなんて無理な話だと思ってて、特に相手が外国人っていうフレームで見ている状態だとさらにこう萎縮してしまって、私の場合でなんで自分はこういう時にこうできないんだろうっていうのにすごく苦しんでいたんですよ。結局自分のパーソナリティっていうのを理解することができたのが20代後半だったと思ってます。完全に理解するようになったのは。でもし自分がそういう悩んだ時、性格診断みたいなのをやるっていう考えに至っていたら、そこまで悩まなかったんじゃないかな。もっとこう自分らしさ、個性だと認めることができてたと思うんですよ。もっと早く知りたかったっていうのもあるし、なんかこの MBTI によっていろんな個性がこう認められるようになったんじゃないかなと。個人的にはすごくありがたいものでもあり、あとは何々だからこうみたいな、そういう人だっていう判断をしてしまうのはちょっと良くないかなと思うので、参考にするくらいの気持ちでやるといいかなと思ってます。ロールモデルや素敵だなと思う人はいますか？著名人でも周りの人でも誰でもいいですということ。作詞家としてすごく有名で、トークもすごく上手な方なので、韓国でもあらゆる番組に出演しているキム・イナさんという方、作詞家なので言葉の表現が豊かっていうのはもちろんのことなんですけど、トークを聞いてるとすごく落ち着いているのに発言にすごくセンスがあるし、考えていることがすごく深い人なんだっていうのがトークされているのを聞くだけでも伝わって
くるんですよ。最近そのキム・イナさんが出されてる本っていうのもちょっと買ったので、最後まで読んで感想なりまた Vlog にちょこっと載せられたらいいなと思ってます。自分の恩に出会ってほしい人ですね。人と接する時に気をつけていることは何ですか？仲のいい友達に対しては礼儀を守りつつ関心を持って気にかけると。で、一緒に仕事をする相手に対しては礼儀は守りつつ必要以上の関心は持たないことで、両方に言えるのは期待しすぎないこと。20代の私はちょっとまた違う考え方を持ってたし、40代の私はまた考え方が変わってしまうかもしれないですけど、今30歳の私が考えるいい関係を保つ秘訣っていうのはこういう感じかな。人間関係を築いていくと本当に難しいですよね。次は相談行きたいと思います。10年ぶりの元彼との再会、復縁はありかなしかっていうことなんです。別れた理由にもよるかな。どんな理由であれば離れるっていう決断をしたわけですから。でも10年前だとお互いの価値観も性格も環境によって全く変わっている可能性っていうのは全然ありえると思うので、気持ちがあるんだったら正直可能性はあると思います。相手の嫌だったところがもしかしたら治ってる、解決されてるかもしれないし、逆に相手の好きだったところがなくなってるかもしれないじゃないですか。でもし後者だった場合にも10年前はこうだったじゃんって責めることもできないと思うんですね。復縁するんだったら今現在のその人と新しく向き合う必要があると思う。で、この10年という月日が本当によく作用するか悪く作用するかはちょっと付き合ってみないとわからないと思うので、寄り添う努力ができるくらいの気持ち、大きな気持ちがあるんであれば、いいんではないかなと個人的には思います。カフェで働いていますが、言い方のきついお客さん圧に心が得られます。今日も理不尽なことを言われたことも辛いけど、そんなことで落ち込む自分も嫌になります。上手に切り替える方法、気分転換の方法あります？でも確かにこれは言われた瞬間はめっちゃ私でもシュンってなる。こっちが悪いわけじゃなくても、お店からしたらちょっとお客様だから言い返すっていう風にもいかなくて、でもし私だったらお店側が全く悪くない場合、店員さんにそんな態度取ってくる人ってちょっと普段どんな人なのかなと、偉い人なのかもしれないし、もしくはその家族の前ではめっちゃいい人なのかもしれないし、全然そうじゃないかもしれないですけど、少なくともカフェでサービスを提供してくれてる人に対して相手がどんな気持ちになるかを考えずに言葉を発す人って、私は個人的に尊敬できる人ではないと思うので、尊敬できない人のせいで落ち込む必要は全くないじゃないですか。だからあんまり深く考える必要がない出来事だと思います。ちょっと変な人だな、嫌だなくらいにして、私だったらそれについて考えないように他のこと考えるようにちょっと努力して、あと嫌なことがあったら本当に寝るのが一番なんですよ。寝てできるだけそのことを考えないっていう風に私だったらするかな。いつもお疲れ様です。自分は自分でも周りより韓国語ができると思っているのですが、大学の周りの子もできる子がいます。その子を見ると焦ってしまいます。性格が悪いようですが、いつか自分よりも上手くなって押されていないかなどいろいろ考えてしまいます。他の韓国語できる子と自分を比較してしまう時の対処法は何かありますか？なんかすごい正直な方ですね。全然性格が悪いわけじゃないと思うし、なんとなく気持ちはわかるような気もします。多分この質問された方は自分が韓国語がある程度できるっていう風に自信を持っておっしゃることができるぐらいの努力をした方なんだと思いますし、その分プライドみたいなものも生まれて全然当然だと思うので、むしろその努力したことに対しての何のプライドも生まれないのであれば、それに対する気持ちってその程度だと思うので、本当にごく自然なことだと思うんです。なんですけど、ただその子に妬むようなことがあってはならないじゃないですか。だから比較するとどんどん自分が苦しくなっていくだけなので、今多分質問された方は努力した分自信のある一方で、多分まだ自分に足りない部分があるっていうことに少しは気づいてるんじゃないかなってこれ読みながら思って、で自分がアナザーレベルになれば結構自然と誰かと比較するようなことっていうのはなくなってくると思うんですよ。今この質問者さんにできることは、今よりももっと勉強して、もちろん努力はされてると思うんですけど、その子のことが気にならないぐらい、周りからちょっと異常だと思われるぐらいに努力をすれば実力もつくし、努力をしてる間ってこのくらいやってるから大丈夫っていう安心感も得られる上に自信がつくと余裕
裕も同時に生まれるので、まず今よりももっと勉強するっていうことで結構これは緩和されるんじゃないかなと思います。私もなんかそういう誰かと比べちゃう時っていうのも全然あるんですけど、そういう時とか、あとはなんかこのままで大丈夫かなとか不安な時は、余裕が生まれるまで何かしらのアクションを取るっていうことを心がけてます。コリアユ。はい、今日はここまででした。いかがだったでしょうか。ちょっと撮ってる間にめちゃくちゃ外が暗くなってしまって、はい、あとここでちょっとしたアナウンスメントというか、今まで1週間に1回更新しようとちょっと頑張っていたんですけども、全然すいません、最近守れてなかったんですけど、毎週末こう動画の編集をしようと思うと本当に時間との戦いになってしまって、最近は心身ともにちょっと休息が必要だなというふうに感じていて、ちょっと自分の時間を取ろうかなと思っております。できれば2週間に1回は更新できるようにしたいなというふうに思ってるんですけど、もしかしたらちょっと空いてしまう可能性っていうのもあると思うので、その点はご了承いただけたらなと思っています。いつも見ていただいて待っていただいて本当にありがとうございます。それでもやめることはないので、これからもぜひもしよかったら更新したら見に来ていただけると嬉しいです。というわけで今日の動画はここまでです。皆さん見てくださいましてありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。